こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオです。よろしくお願いします。はい。ということで今日もやっていきましょう。はい。忘れない練習、視界編、角度と可視化ということで、忘れない練習、前回耳編をやったんです。今度は目ですね。目から忘れない練習をしていこうと。改めて忘れない練習を説明させてもらいます。体ではなく、脳に染み込ませる。こう書くと僕は脳に詳しいみたいな感じなんですけど、そんなことはないんですけどね。あくまでもいつも通りイメージの話なので軽く聞いてください。脳に染み込ませる。イラストと一緒に説明します。練習前の選手の脳みそがこういう感じだったとします。練習します。コツを覚えます。技を覚えます。こんな感じになります。はい、覚えました。じゃあ練習終わります。お風呂に入ってゲームして寝ます。一晩経った脳みそがこちら。忘れてるもちろん全員が全員こうなるとは限らないんですけど、こうならないようにテクニックを使おうという話です。もう一回説明します。練習前の選手の脳みそがこういう感じ。そしてコーチングテクニックを使います。角度可視化、ネーミング擬音などなどのコーチングテクニックを使って練習をするとこういう感じになります。ほら、染み込んでるこれイメージの話ですね。こういう感じで味をしませる味って言っちゃいけないごめんなさい、こっちに引っ張られた。おでんにみたいな感じで味じゃなくてその練習の内容を染み込ませるイメージですね。という感じで忘れない練習をしていこうと、コーチングテクニックを使ってねちょっと変なのになってきたけど、はいということで忘れない練習はこういう感じです。で今日は角度の話をしますね。角度、こちらいろんな角度で見てもらおうと。もうこれもそのまんまですよね。例えば、よくね練習でこういう陣形ってありますよね。コーチがいて選手が囲んでる、半円で囲んでる状態ってよくあると思うんですけど、でこの時にコーチがですね、例えばボールを取ってこう投げる、ボールを取ってこう投げるんだよっていう説明をした。で今見てもらった角度っていうのは真正面ですね。僕の真正面にいる目線です。じゃあ例えば今やったのこの彼の角度だと、僕はこっち向いてるんで真正面から持ってこう向いてる、真正面から持ってこう投げる、ね、そういう見えます。で今度こっちの人からすると、僕はこっち向いてるんでこれかな、ボールを取ってこう投げる、ボールを取ってこう投げる。単純に角度が変わりますよね。見えるものが違ってきます。これってどうですか？皆さん意識してやってますかね？やってる人も何人か見たことあるんですけど、やっぱやってない、いやそれちょっとくるくる角度変えてもやった方がちょっと分かりにくいなみたいな人も結構いるので、ちょっとやってる人はねもちろんいいんですけど、何の効果があるかというとこちらですね。よっと気づきがある。これはもう皆さん分かると思います。さっきみたいにこの角度で分かることとこの角度で分かることね。真正面から見るとそうでもなかったけど、横から見ると意外にこれが倒れてるなみたいな、そういう気づきがあるので、いろんな角度で見てもらうというのを意識して話すというのがポイントです。こうですね。でもう一個あるんですね。こちら飽きないボールを取ってこう投げるんだよっつって、もう一回やるよ。ボールを取ってでこの今2回目やろうとしましたよね。話が長い時にも話しましたけど、僕は個人的に思うのは、同じものを見させられる、同じことを話すと思った瞬間に選手って脳が停止すると僕は思ってるんですね。だから1回見せてこの2回目はほとんど覚えてないと僕は思ってます。だからいわゆる飽きちゃうんですね。だから最低でも絵だけでも選手から見ると、コーチがくるくる回って絵が変わるだけでも、もちろん飽きる選手もいますけど、絵が変わることによってできるだけ飽きないようにしましょうという話です。でスキルによっては今のこういう分だったら角度は結構いろんな角度で見るのは効果的だと思うんですけど、スキルによってはもう全然真正面が一番効果があると。例えばディフェンダーがそっちにいて、僕がアタックだとします。で走りますね。でこういうふうにこの横の動きを使って相手をずらそうというスキルを話すときに、横から見てもあまりわからないですよね。だから真正面にできるだけ見てもらおうとすると、コーチがこれだと当然今真横の人がいるんで、コーチが単純に
下がる。ずずずっとこう半円からこう下がっていく。そうすると当然この角度からこうなってより真正面に近い角度になりますよね。であと落ちたよいしょ。あるコーチによってはこういう風にやってた方もいらっしゃいました。よいしょ。はいはい、すいません。こういう感じでですね、もう記念撮影するみたいにもう2列とか3列に並んでもらって、全員こっち来てっつって、もうそっちからこう集まってきてて、真正面に集まってもらって、真正面でデモンストレーションをして、その角度を意識して話す、そういうコーチもいました。といった感じで、単純にこの角度をいろいろ変えて気づきを持たせてやる、もしくは飽きさせない、これがこの角度ですごく重要なことだと思います。皆さんやってます？はい、では続いてですね、こちら表現の角度の話をしていきます。ちょっと無理やり感はあるんですけど、さっきの話っていうのはこのいわゆる45度とか90度とかそういう角度の話ですね。ではなくて表現を変えていこう、表現の方法を変えていこう。結構無理やりなんですけど、選手がいます、コーチがいます、グラウンドでこう教えてもらいます。これって何かというと実写ですよね。実写って言い方がちょっとあれですけど、いわゆる生身の人間がこうやって教えてくれるっていう角度以外に違うもので表現しましょうという話です。こちら例えばイラスト、そして例えば動画、例えばホワイトボードという感じで、実写ではないその一つのスキルに対していろんな角度から説明っていうのがした方がいいんじゃないのっていう話ですね。それぞれの特徴みたいな話をしますと、誇張、イラストで言うと誇張記憶っていうのがあって、誇張っていうのは、例えばさっきみたいなこういうものだったらしに、ここだけね、腕を赤くしたり、このちょっと巨大化したりね、普通にこうやって実写やりながらここの腕を赤くこうやって塗ってからやることはできないじゃないですか。でもイラストだとこうパッと見た時にここ真っ赤にすると、ここが大事なポイントなんだなって分かる。あと記憶、これ人それぞれです。でちょっと今動画見せますけど、サッカーのヘディング、ボールが来た時にこうやって体を反ってシュートを打つっていうスキルがありますよね。それを例えば実写でやるとこういう風になります、ね、はい、こんな感じですね。この打つ前にこの反る、これを覚えてほしいっていう時にイラストで描くと例えばこういう風になりますね。でしっかりこう反ってますよね。で実際に実写でやるよりも少し多めに反らしてます。こういう風にね、そういう風に少し誇張させる。で今見たの皆さんぜひちょっと頭に思い浮かんでほしいんですけど、さっきの動画でこうなってるここの動画のこの絵とイラストのこの絵、どっちが記憶に残りますかという話です。どうですかね。僕は分かんないですけど、僕いろんなことを見てきたんですけど、僕はもともと絵が好きだっていうこともあるんかもしれないですけど、大体イラストの方が脳に入るんですよ。なんかを見た時にパッてこう目をつむったらイラストの絵がすぐ一番最初に出てくる。これ人それぞれだと思うんですけど、でもそういう人もいるので、そういうイラストというものを使うことも一つの手ですよと。で次動画、これも分かりやすいですね。スロー拡大、一時停止なんかもさっきのねヘディングのやつも一時停止ってやっぱできないじゃないですか、人間で空中で止まれないんで、そこの一時停止をしたりすることもできるし、スロー拡大ですね。ミューティングとかで試合を多分振り返ることも多分たくさんあると思うんですけど、そういう時にスローとか拡大とか、僕らの時代もね、もちろんミーティングでハンディカメラの映像をテレビで見てたりするんですけど、やっぱりその当時ってスローとか拡大っていうのがなかなかできなかった。で僕ラグビーをやってたんですけど、ラグビーなんか特にぐちゃぐちゃってなるじゃないですか。そのぐちゃぐちゃってなってるところのすっごい引いた絵でぐちゃぐちゃってなってるところで、この時ねこうでって監督に言われても、その絵としてもうわけわかんないですよ。もうなんでねぐちゃぐちゃになってるから。でそれが今だったらブワーって拡大して一時停止してスローにして、ほらここで右手出てるだろうみたいなことがちゃんと言えるので、動画っていうのはやっぱりすごい便利だと僕は思います。でもう一個、ホワイトボード。これね、サッカーとかバスケの人がよく使うかなというイメージがあるんですけど、まさにそういう感じでこういうものを使って、ここに2人いて、ここに2人いて、こっちから抜いていくよねとか、そういう話ってよくやりますよね。これだから
この人間というものがこのマグネットに置き換えられるっていう表現の角度っていうのと、これものすごい大事、俯瞰ですね。実際にこのグラウンドレベルで選手目線ではなくて真上からこう見てるんで、これってもう見れないじゃないですか。なかなかこの俯瞰っていう角度っていうのは一番人間が見れない。でドローンとかめちゃくちゃ使いまくってて上から見れるならちょうどいいんですけど、極端に言うとドローンの代わりにホワイトボードを使ってグラウンド全体とかその局面を俯瞰で見るってことをすごくこれが大事だと思います。でこちらなんでこんなことをするのかって言ったら、覚える選択肢を増やそうという話なんです。ちょっと軽くまとめみたいになりますけど、脳に染み込ませるって僕はこういうことだと思ってるんですね。一つのことではなくて、いろんなところから一つのスキルを見ることによってどういうふうに覚えるかっていうのは選手それぞれによって違うわけです。さっき言ったように僕がイラストの方が覚えやすいって言った人もいました。で前回じゃなくて、先日ですね、僕小学校のラグビースクールに行ったんですけど、見学させてもらって初めて行ったんですよ。初めて行ったんで誰も僕のこと知らないし一人も知ってる人いない中で、一緒に混じってこうねキャッキャキャッキャやってたんですけど、休憩中にある小学校5年生の男の子が僕に話しかけてきて、で普通に雑談もしてたんですけど、突然ね、その彼、僕がコーチング勉強してるとか言ってないですよ。なのにその彼が突然僕にこう話しかけてきたんですね。僕さつって僕なんか監督がいつも言っとることって全部言葉って全部ねこう右から左に流れてって全然覚えてないんだよって言って話し始めて、はあってなるじゃないですか。いきなり何の話してんのこの子と思って、でも僕としてはめちゃくちゃ興味深い話してくれてるんで、ほうってでどういうことどうするんって言ったら、いや言葉っていうのが全部通り抜けていくんだけど、見てる絵は大体全部覚えてんのって話するんよと思って、すげえ話すんだこの子と思ってめちゃくちゃ役に立つじゃんって、絶対いつか話そうと思ってまさにその話このために話してくれたみたいな感じで、人によっては絵で覚える人、言葉で覚える人、みんなそれぞれ違うと思うんですよね。だから一つの表現ではなくて、いろんな表現をコーチ側が与える選択肢を増やすことによって、人はそれぞれ自分の覚え方で覚えてもらうっていう意識をしてください。でこれさっきみたいに僕と多分そのさっきの小学校5年生の男の子は同じ脳に近いんですよ。僕もどっちかというと絵とかイラストとかに脳が反応するんだと思うんですよ、おそらくね。そういうふうに覚えやすいんですけど、今だったら例えばこのイラストっていう角度みたいな覚え方なんですけど、実はいろんなその一つではなくて組み合わせっていうのがあって、例えばですね、ある選手が YouTube でとあるスキル動画を見ました。で見た時になんとなくこういう風なんだなっていうのを、それが例えば 50% ぐらい分かるとしますよね、数値化した時に。なんとなく分かったと。で次の日にたまたま同じ練習を自分のチームの監督がやってくれたと。昨日見た動画のやつだって。そこにすでにもう 50% あるとこに実写の 50% 理解して実写を見た時に、昨日言ったことなんだ、それがああいうことかって言って 50% が実写によって 70% になる。でこれのまま家帰ってもう一回同じ動画を見る。この動画をもう一回見た時に、この実写を重ねることによってさらに 30% かってトータル 100% 分かるっていうこともあるんですね。だから必ずしも一方向で覚えるんじゃなくて、この組み合わせで結局覚える、そして脳に染み込ませるっていうことが効果があると思うんで、表現の角度、見える角度と表現の角度っていうのをいろいろ増やして選択肢を増やす。これをぜひ皆さん意識してやってみてください。はい、続いてですが、可視化です。可視化っていうのは見えないものを見えるようにしようという話なんですけど、僕はですね、この可視化が非常に好きです可視化好きです、僕は皆さんの中にいますか、可視化好きの人。ぜひオフ会しましょう特に何を可視化するべきか。僕は線、矢印、数字、この3つを主に使ってます。もちろん他にもあると思うんですけど、
僕はこの3つがすごく効果的だと思います。例えばですね、こういますね。でウォーミングアップみたいなのをするときに、このまず右と左手をまっすぐ一直線にしてください。こんなにならずに一直線にしてください。でそれを45度に傾けます。はい、戻して、でまた45度みたいな、こういう話をしたときに、今もちろん見えないと思いますけど、皆さんの頭の中ではこのね、ここが一直線の棒が見えてるんですよ。見えないんですけど、それを見えるようにすると、例えばこういうね、突っ張り棒ですね。突っ張り棒みたいなのを使って、例えば僕の前にコーチがいて、こういうふうに置いて、こういうふうな一直線だよっつって、でそれがこうなるんだよ、こうなるんだよっていうのをこういうふうに説明する、ね、っていうのがもうまさにその可視化ですよね。でだから僕はね、その推奨したいのは、こういう棒みたいなものをコーチって持つべきじゃないんじゃないかなと思うんだけど、なんか印象悪いですよね。なんか叩くよみたいに多分見られることがあるから少し難しいんかなと。昔なんかね、市内に持って練習してる、あれはもちろん叩く用でしたけど、例えばスポンジのね、柔らかい棒みたいなのをこう持って練習すると、僕は効果はすごくあると思うんですけど、まあね、見た目が悪いんかな、やっぱな。まあちょっとぜひ検討してみてください、棒を使うというのも。で今のは、空中での話だったんですけど、それをグラウンドとかで線を描く、ね、例えばディフェンスラインのここのラインねみたいな、やる人と思うんですけど、それを言うだけじゃなくて、しっかりこうグラウンドにちゃんと線を描く。もしくは体育館とか、もしくは芝生のグラウンドだったらマーカーみたいなのを置いて、線は描けないけど、その線をイメージしやすいものにこう置いていく、マーカーとかを置いていくっていうのをイメージしてやってみてください。でこちらですね、例えばこのアタックがいます。違う話をしますね。今度矢印の話をします。アタックがこっちにいます。でディフェンスの話をしたいんですけど、アタックがこう来るに、ディフェンスが真正面から行くと、アタックはこっちにもこっちにも行けるよねっつって、でよくないよねっつって、だからディフェンスはあえて斜めから行くとこっちに行けないじゃんっつって、だからアタックってこっち行くよね。でいわゆる罠を引っ掛けてこういう風にしてディフェンスに行くといいよねという、例えばそういうスキルがあった時にグラウンドでやりますね。これがディフェンスで、少しアタックで攻める時に今みたいな話をもちろん口で説明してもいいんですけど、グラウンドだったら線をわざともうこう書いちゃうんですね。下にじってこう矢印で足とか、それこそ棒からなのでこうやって矢印で書いて、こっち行くよねこっち行くよねっていうのを言葉ではなくてしっかり可視化させて矢印で書く。これもすごく僕は効果的だと思います。でこっちに行けないじゃんっつって、こっちには行けないじゃんっつって、だからこっち行くじゃん、だからこういう風なディフェンスに行くよねっていうように、常にこう矢印とか線とかを書いて選手に対してそのイメージをより分かりやすくさせるというのが僕はすごく重要だと思います。でこれが矢印ですね。で次、数字の話は実はさっきしてたんですけど、ここの話をしました。動画を見て、実写を見て、さらに同じ動画を見たときに頭にさらに入っていくよねっていう話を僕がしたときに、わざと50、20、30っていう数字を表しました。それが普通に話すよりは僕は効果的なんじゃないかなと思ったんで、あえてあそこに50とか動画を見て50覚えたよね、実写見て20覚えた、さらに30覚えてトータル100になったよねっていう、これ可視化です。実は使ってたという話ですね。そういう感じで使えるという話です。では次、矢印と数字で相手を倒す説明というのをちょっとね話していきます。柔道、もちろん柔道やったことないんで分かんないんですけど、柔道みたいな話をします。僕がいます。相手が正対してます。こういう状態でね、向き合ってます。で相手を倒すコツを教えます。左手で相手の右肩を掴みます。で引きます。引くと同時に相手の左肩を右手で押します。そうすると相手はバランスを崩して倒れます。これが何もしてない普通の説明ですね。でこれに矢印の話します。正対してます。左手で相手の右肩を掴みます。それをまっすぐ手前に引きます。
手前に引きます。それと同時に右手で相手の左肩を押します。矢印がこうなりますね。こうなるから相手が倒れる。相手からすると右肩を引っ張られて左肩を押されるからバランスが崩れる。右肩を引っ張られてこっち側を押されるから相手が倒れる。これが今これで矢印をイメージさせました。次さらに今度数字を使っていきます。同じように説明してみますと、正対します。左手で引いて右手で押して倒すんだけど、なんか倒すっていうとどうしてもこっちが強くなるイメージがあるんだけど、実は違って重要なのはこっち。この引く力っていうのがすごく重要で、パーセンテージでいうと 80% で引く。で、20% の力で押す。だから、極端に言うと、クッて引いて、ポンって押す。みたいな感じですね。80で引いて、押す。80で引いて、押すね。こっちからいくと、80でグーって引かれて、この時点でバランスがもう崩れるね。それで、あとはポンって押すだけ。それが例えば逆。こっちが20引いて80だと、この時点ではまだ崩れてないから、ここからは普通の状態で 80% 倒すっていうのは難しい。80で引いて、それをポンって倒す。というのが今、矢印の数字で表した。可視化を意識しながら話すと、今みたいな感じになります。という話ですね。じゃあ次。角度と可視化を両方使う。はい。これも今やってました。わかりました今。皆さん気づきましたかね。今僕は可視化の話をしてました。矢印と数字を使ってこういうふうにやるんだよって言ってましたけど、例えば最後の数字の時にそうでしたけど、こうやって話しますよね。で、こっちで80で引いて、こっちで20で押すんだよって言った。で、相手役として僕を打ちます。で、80で引いて20で押すんだよって。これは同じ角度ですよね。でも途中で僕、こうなりましたよね。80で引いて20で押すんだよみたいな。これ今、この角度とこの角度、棒が。っていう2つの角度で見てもらいました。というので、角度と可視化を両方使ったということで、僕は結構だから、このホワイトボードの説明とか、この動画の中でも、ありとあらゆるところで角度と可視化、もしくはその前に言ったネーミングとか、擬音っていうのを、実はすっごいいっぱい使ってます。意識して。皆さんちょっとそれも意識しながら今後も見てみると面白いかもしれません。ということで、じゃあいろんなこと言いましたけど、何が必要なのか、何が結構使うべきことなのかというと、これがすごく僕は重要だと思います。ホワイトボード。これはね、すごい万能なんですね。まず何と言ったって持ち運びしやすい。グラウンドレベルっていうか、グラウンドにも持っていけるし、コートにも持っていけるし、ミーティングにも持っていける。さっきね、このイラストの時にちょっと言い忘れましたけど、でイラストってその効果があるのは分かるけど、何グラウンドで描けってことみたいな。そういうことになりますよね。そんな描けないじゃないですか、そんなね。で、絵が得意な人もいれば、絵が不得意な多分コーチもいらっしゃると思うんで、まずイラストっていうのは描くのは別にコーチじゃなくてもいいです。マネージャーでもいいし、選手の中には10人に1人ぐらい絵が得意な人っていると思います。例えばお父さんとかお母さんとかね、そういう人に協力してこういう絵を描いてほしいって言って描いて、ミューティングとかで使ったり、例えば物質とかもがあるんだったら、高校とかでね、物質があるならもう物質に貼り付けてたら、目で見てその絵の印象を覚えさせる、自然に頭の中に入れさせる、もしくは、LINE とかああいうものでその情報共有ができるもので、そのイラストを投稿というか情報共有するというのが、イラストのある加工ですね。でちょっと戻ります。ごめんなさい。でホワイトボードっていうのはさっき言ったように持ち運びができて使えると。でやっぱりね、ホワイトボードで一番重要なのはこの俯瞰だと思います。先ほども言いましたけど、人間が一番見れない角度なんですね、これ。だからこれすっごい便利なんですよ、俯瞰って。でも例えば相撲とか柔道とかはいらないのかなともしかしたら思うんですけど、やっぱりその球技全般は必要じゃないかなと思いますね。空いてるスペースとかそういうものを見るには俯瞰から見るのが一番分かりやすいので、俯瞰で見れるこのホワイトボードで、ホワイトボードって例えばこれみたいな感じで、棒人間ですけどイラストも描けるんですね。
だから、まあ、色も変えられるし、こういうここの要素も入ってくるので、ホワイトボードっていうのは全般的に万能アイテムであるので、ぜひ皆さん使ってみてください。本当にこれもグラウンドに絶対僕はあるべきだと思ってます。で、頻繁に使うのを意識してみてください。でもね、それをもう上回る、僕が使ってほしい、絶対に使うべきアイテム、こちら、動画です。これ絶対に使うべきです。もうね、これちょっとはっきり言いますけど、僕ね、この令和の時代、コーチやってる人でこの動画を使ってない人、もうマジでね、もうマジでバカだと思います。もう何してんのかなって本当に心から思ってます。僕が動画作るのが、まあ、一応ね、これも動画なんで作るのが好きだっていうのももちろんあるけど、いやね、これなんで使わないんだろうって本当思いますね。よくわからないです。すごいんですよ、動画って。動画の中にイラストもいけるし、当然俯瞰のイラストも入れる。で、可視化もできるし、音も入る。で、振り返りっていう、まあ、コーチングテクニックとして、いわゆる復習ですね。復習の効果もある。すべてが揃う。すべてが揃うんですよ。なんでやらないの？よくわからん、マジで。で、昔のね、さっきも言いましたけど、ハンディカメラ。ね、僕らの時代ってそういうハンディでしかなかったんですね。で、それを例えば練習で撮りました。で、そのパーって練習をして、その場ですぐ振り返る。で、今どうだったみたいな話をするときに、こんな画面ですよ、こんな画面。こんな画面でね、そこで動いてる。しかもスローとか、拡大とかもうまくできない。そんな時代はしょうがないですよね。もうなんか、もう見ることが逆にストレスになる。でもさ、今まあタブレットがないにしても、スマートフォンでも大体これぐらいの大きさがあるんですよ。でしかもスローとかもちゃんとできるし、拡大もすぐできるんですよ。絶対に使うべきですよ。絶対使うべき。なんで使わないかがマジでよくわかんないです。だから今バカだとか言いましたけどもね、失礼なことは言いましたけど、ガラケーの人はしょうがないですよ。ガラケーの人はごめんなさい。すいませんでした。謝ります。すいません。ごめんなさい。ただね、スマホ持ってて練習にそれを使わないってマジでありえないです。本当に僕も信じられないです。マジで。本当にマジで。絶対使うべきって。絶対に。だから、これ必須です。はい。コーチは最低限の編集力が必須項目です。必須です。これやってないコーチは、もうやめていい。もう絶対やるべきですって。絶対やるべき。でもね、スマホ持っとっても、多分ね、今これでその動画を使ってないコーチは、おそらくこう言うんじゃないかなと思います。編集とかよくわからんっつって。編集とかよくわからんっつって。多分言うと思いますね。全然難しくないから。本当に難しくないから、ぜひやってください。で、こんなね、バカじゃなんじゃ言うて、こんなことを言うなら、僕もちゃんと責任を取りますから、僕がやってるアプリで申し訳ないですけど、僕がやってるアプリで僕がやってる編集を教えます。今度これ、今多分もう下のリンクが貼ってありますけど、そこに飛んで、僕と一緒にその編集を覚えてください。で、スマホとかもそうですけど、大体機械っていうものっていうのはいろんな機能があって、もうどれ使っていいか分かんないっていう状態じゃないですか。だから、コーチのための編集の仕方。もういっぱい、そのアプリの中でもいっぱい効果っていうのはいろんなことがあるけど、もうこれと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 これ、もうこれだけ覚えときゃある程度の編集はできると。とりあえずそれだけできれば、もうある程度あれが表現ができるのでっていう動画を作りますんで、それを使ってぜひやってください。本当お願いします。じゃないと、やっぱね、僕はね、かわいそうですよ、選手が。だって使えるものがあるんだから、スマホ持ってんだからそれ撮れやって思うもんね。で撮るだけで撮って編集もせずにそれを見るだけでも全然違うんですよ。全然違うのに撮りもしてない。何してんのってもう本当に。撮る人がいないんならしょうがないですよ。もうどうしてもそういう人がいないんならそうだけど、いや、コーチが撮りゃいいし、別に。マネージャーとか怪我人とか余ってる人、それこそお父さんお母さんとかね、父兄さんが撮るのでもいいじゃないですか。で、共有もすぐできるって今時。
もうちょっとやって、本当にやってください。本当にお願いします。選手のためだと思ってちょっと勉強すりゃこんなん簡単にできるから、もう何回も言うけどお願いします。本当に動画を使って練習に臨んでください。もうじゃないとかわいそう。何回も同じことばっかり言ってごめんなさい。すいません。でも本当にしてほしいんです。動画はぜひ練習に取り入れてください。お願いします。すいません。汚い言葉を使ってすいませんでした。でもお願いします。使ってください。はい。ということで今日のまとめです。いろんな人がいるということで、はい。選択肢を増やす。誰がどこでどういうものを覚えるかわからないので、コーチはいろんな選択肢を、音じゃ耳じゃいろんなものを使っていろんな選択肢を増やしてあげること、それを与えてあげることが僕はコーチの役目だと思います。ということで、そうだ、僕が作ってる動画ですね。動画でこういう効果があるっていうものをちょっとまとめて下にリンク貼っておきますんで、その動画の編集の動画と実際に僕が作ってる動画をちょっと参考に見ながら、ぜひ忘れない練習を皆さんで選手の脳に染み込ませる練習をしていきましょう。それでは、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。